閉店セールで買ったこの生地。締めて6ドル。日本円で840円。これで素敵なワンピースができるだろうか。好きなように自由にワンピースを作ってみたいな。先日自分の体にフィットする型紙、原型がとりあえず完成したから、これを使って自分でデザインをしてワンピースを作ってみたいのだけど、本格的に大人ワンピースの型紙を作るのは初めてだし、大事な生地を使うのは勇気がいるな。この間閉店セールで買った1ヤード2ドルの生地。これでワンピースを作ってみるかな。オレンジドットの生地が2ヤード。この間座布団カバーを作った残りのオレンジチェックが1ヤードくらいある。容尺足りるかな。どんなデザインがいいかな。いつも作りたい型紙があって生地を探してっていう順番だけど、こうして生地ありきで一からデザインを考えるというのも初めての体験で面白いな。しかもオレンジチェックにドット。どう組み合わせよう。果たして40代の私が着て大丈夫かと思うところもあるけど、いくつになってもカラフルでいろんな柄のお洋服を着て、ゆくゆくは可愛いおばあちゃんになりたいから、まずはオレンジプリンセスな素敵ワンピースを完成させなくっちゃ。チューリップ袖も可愛いかな。早速型紙を作っていこう。今回は余計なゆとりはつけないで、後ろ置きファスナーにしてみよう。ということで、後ろ身ごろにはファスナー分の縫い代をつける。前身ごろはほぼ原型通りで輪で立つ予定。縫い代をつけていこう。チューリップスリーブを作ろう。
型紙ができたから裁断していこう。見頃はチェック柄にしよう。袖の部分とスカートはドット柄を使おう。問題はスカート。本当はサーキュラースカートにしたいんだけど、容尺が足りないね。今回は諦めて長方形に切ってタックを寄せようかな。チューリップ袖は2枚構成で違う柄を使うと面白いかな。前袖はこの端切れを使おう。容尺ギリギリだ。気分転換にカフェに行こう。ワンピースを仕立てていこう。肩を縫おう。袋縫いにしていこう。チューリップ袖を作っていこう。袖口をバイアステープで処理しよう。まず中表にテープの片側を縫おう。カーブに切り込みを入れて、縫い代を包むようにこう折って端を縫おう。前後の襟を重ねてギャザーミシンをかけよう。ギャザーを袖山に寄せよう。
袖下を縫おう。スカートにタックを寄せていこう。フォークで寄せてみよう。前身ごろと前スカートを縫い合わせよう。後ろスカートと後ろ身ごろを縫い合わせよう。身ごろとスカートの縫い代をバイアステープで包もう。背中心を縫おう。縫い止まりまで粗めミシンで、縫い止まりから下は普通に縫おう。ファスナーを背中心の縫い代に縫い付けていこう。粗めで縫った糸をほどこう。襟ぐりをバイアステープで処理しよう。襟ぐりに切り込みを入れよう。縫い代を包むようにして折って端を縫おう。脇を縫おう。袖をつけよう。袖の縫い代をバイアステープで包もう。裾を縫って完
成だ。完成ってあれ、なんか思ってたんと違う。なんかいろいろとバランスも悪い。襟ぐりが詰まりすぎてるせい。気になりだしたらいろいろ気になる。オレンジプリンセスどころかチューリップ袖も相まってオレンジ界のガンダムみたいになってしまった。なんとか改善方法はないだろうか。洋服になって初めて気づいたけど、原型の時に測った背肩幅も測り間違えてる気がする。肩の終わり、ここがどこだかよくわからず曖昧に測ってて、外側らへんで測ってしまっていた。本当はここだ。正確に測ったら誤差は4センチぐらいあった。このせいでワンピースを着たとき、肩幅が広く見えるし、ガンダムみたいにたくましい印象になるのか。ウエストも余裕がありすぎな気もするし、それから襟ぐりも広げてみよっか。失敗は悲しいけど、失敗するからこそいろいろわかるね。襟ぐりを下着が見えないくらいに広げてみよう。お洋服になって初めて原型作りの仮縫いでも気づかなかったことにいろいろ気づけることもあるんだね。後ろ襟ぐりも少し広げよう。薄手で下着と肌の境目が目立つから襟ぐりはバイアステープ処理ではなく見返しを作ってつけよう。見返しに芯を貼ろう。見返しの裾にジグザグミシンをかけよう。裾を5ミリ折ってステッチをかけよう。見返しの肩を縫おう。襟ぐりに見返しを縫おう。襟ぐりはスクエアネックにしたからここの角の部分に切り込みを入れよう。襟ぐりのカーブも切り込みを入れよう。見返しと身ごろの肩、それから背中心を手でまつろう。完成です。肩幅が広すぎたところは少しだけつまんでまつりました。原型もいろいろ直さなくっちゃ。襟ぐりも広げて少しバランスが良くなったかな。
オレンジプリンセスとはほど遠いけど、いろいろ6ドルで勉強になったな。